皆さん、こんにちは。鉱物採集家の先方です。今までの動画とは違う雰囲気だなと、パッと見て思った方多いと思うんですけども、実は今回、簡単に言いますと、動画のネタがつきました。この城ヶ島とか猿島、過去に2回しか動画出してないんですけれども、今回、ちょっと城ヶ島の企画で出したこちらの断層について、実はとある方からコメントをいただきまして、その城ヶ島の動画内で出した断層の説明が、足りないんじゃないか。もっと別の検証ができるよね。ということをいただきまして、今回僕も勉強するという形で、実際にこの断層について再検証、再勉強ができればいいなと思います。なので、早速、このように分かりやすいように僕もフリップを用意しているので、ハサミとかを使って切って断層を再現して、どのような可能性があるかをもう一回考えていきたいなと思います。では早速作業していきます。ではまず、そもそも私が説明した断層なんですけども、前回の動画では、断層を2種類、正断層と逆断層を説明したと思うんですけど、実は、断層は4種類あります。でその4種類というのが、さっき今言った正断層と逆断層。でそして右横ずれ断層と、左横ずれ断層という、簡単に言うと横にずれるタイプの断層があります。今回はその2つも説明できたらいいなと思いますので、では早速作業していきたいと思います。まず正断層と、逆断層に使うやつを作っていきたいなと思います。まずでは色を塗っていくか。4層ぐらいあれば十分だと思います。ではまずちょっと軽く色を塗っていきます。今回はフリップ用というかその検証用ですので、多少雑に塗っても綺麗に見えるのかなとは思います。クレヨンの塗り方に正解とかあるんですかね。じゃあどんどん色を塗っていきます。これでいいかな。次に真ん中に線を引いて断層面を強調します。よいしょ。これでいいでしょう。これでこの次にこのページを切って、最後にこれを斜めに切れば完成ですね。よいしょ。これでまず正断層と逆断層を説明するフリップができました。では次に先ほど説明言いました右横ずれ断層と左横ずれ断層についてのフリップを作りたいなと思います。正断層逆断層、地面を横から見ている視点でこの正断層逆断層って判別するんですけども、右横ずれ断層と左横ずれ断層は Google Earth みたいなその空から見て判別するものなんです。今回は川を使ってその右横ずれ左横ずれを表現しようかなと思います。ではまず川を描いていきます。次にちょっと草原という設定でちょっと緑と2つと黄色1つでちょっと色塗っていこうかなと思います。草原といえば僕、Twitter を前々からフォローしてくださっている方なら、ご存知だと思うんですけども、実は私一昨年ぐらいにモンゴルに2週間滞在していて、その時に草原を見てきたんですけども、いやすごいですよ。もうさあできました。これ切って早速断層を作っていきます。コツとか、クレヨン使うと意外と汚れるので、これこう何か下に引いて
書くといいです。では完成しました。よいしょ。これが右横ずれ断層と左横ずれ断層の説明で使うフリップですね。これは今通常の、草原に川があるという地面ですよね。で、ここに横ずれ断層ができた場合、右横ずれの場合は、ちょっと消しゴムくんを使います。例えばこれを観察者としましょう。この観察者から見て、断層が右にずれている場合、皆様から見たらこっち。こうずれている場合は、これは右横ずれ断層になります。で、こっちにずれた場合が左横ずれ断層になります。で、今回実はいただいたコメントというのが、その断層の説明が足りないのではないかっていうのを、もっと言葉を細かくしています。じゃあ観察者がこちら側から見て、例えば右横ずれ断層が発生したとしましょう。その場合、もしこの地形が、こうなっ例えば大きな地形の変動でこう立ち上がった場合、この場合ってこれ何断層よという話になるんですよね。もう完全に正断層と似た形の断層のタイプになってしまうので、実は僕がその城ヶ島の動画で紹介したのは、正断層ということで紹介したんですけれども、このタイプとこのタイプ、もうパッと見一緒のタイプですよね。もう完全にこちら側の断層がずれてて、こちらがずれていると。この断層の違い、果たしてこれって横ずれ断層が立ち上がった結果、正断層に見えるという可能性があるのではないかということを、今回ちょっと僕考えていきたいなと思います。正断層逆断層と断層左横ずれ断層の違いは、こっちが上とすると、その下にある地層の方が古い。で、そして上にどんどん新しい地層が積み重なっていることがわかる。なんですけど、この場合は Google マップのように上から見ているので、今ここに見えているこの地面が一番新しい地層というわけになるのです。この横ずれ断層と正断層逆断層の違いということになります。なので、今回僕が考えているのは、その正断層逆断層、にしかないこの古い新しいを見れる。つまり古い地層と新しい地層を見分ける方法があれば、この問題は解決するのではないかなと思います。実際に紹介したものだと、級化構造というのはどうかなと思います。級化構造というものは何かと言いますと、同時に小さい粒、大きい粒が積み重なったときに、大きい粒が先に沈んで、その上から小さい粒が少しずつ積み重なっていくというものです。で、つまりそのことで、大きい粒がある方が下、で、小さい粒がある方が上と言えます。で、まず、こちらを下とした場合、まず、下の方向に大きい粒が堆積します。その上にちょっと中くらいの粒が堆積します。で、その上にちっちゃい、もっとちっちゃいのが堆積して、最初に大きい石が堆積して、どんどんちっちゃくなっていって、最終的にはもう一番小さい粒が堆積します。この級化構造が見られた場合、こちらの方が古い。で、こちらの方が新しい。つまり、古い石の下にある、この茶色の地層は薄橙よりも古い。この新しい地層、この粒々の上にある、オレンジの地層は、新しい地層と言えるのではないかなと思います。なので、断層を見る際は、この級化構造にも注目することが必要かなと思いました。一方で、この右横ずれ断層、左横ずれの断層の場合は、すべての粒が同じ大きさになるはずです。なぜかと言いますと、ここがその地面としましょう。その場合に、こうなりますので、この緑の面にある粒の大きさは、必ず同じ大きさの粒になるはずです。もしこの右横ずれ断層ができました。で、それが傾きました。で、その結果こうなりました。確かに正断層とこの右横ずれ断層、似たような形になりますけれども、ここにある級化構造を見ることで、
この断層は正断層。一方でこちらは、ここにこう線ができて、偶然にも地層っぽく見えるものがあったとしても、こう粒の大きさに違いがないな。つまり、これは、右横ずれ断層が何かの影響で縦になって、で、その結果、正断層っぽく見えるものであると説明ができるのではないかなと思います。今回は個人的な、今考察というものをこれやってみたんですけども、これもしこの説明全然違うよとか、その説明まだ足りないよとかがあれば、私も今現在地学の勉強中ですので、もしあったらぜひともコメント欄とか Twitter の DM とか教えていただければ嬉しいなと思います。僕もこれからの受験において、地学情報の精度を上げていければいいなと思います。というわけで今回は、ちょっとした企画で、断層についての勉強会ということでした。というわけで今回はありがとうございました。